こんばんは、ボスケです。今回はね、ちょっと小ネタを挟みたいと思います。というのも、これ、今年買ったね、スタークエスト P114N という鏡頭と、あとね、これも同じくスカイウォッチャーの Mac127。これがね、すっぽり収まる鏡頭ケースというのをちょっとね、紹介したいと思います。よろしくお願いします。もちろんね、私が持っているのはね、純正ではありません。これはね、普通にね、ホームセンターで売ってるものなんですけれど、ホームセンターでもいろいろあるじゃないですか。これはね、コーナンで買ったものですね。コーナンのね、プロアクトっていうステンレスボックスです。でね、実はね、使い勝手が良かったのでね、もう一個ね、買ってきました。それではね、これを開封したいと思います。今回はね、特にね、音楽とかいらないと思いますが。はい、開封しました。ピカピカですね。では、その中を開けたいと思います。まずね、全くもって惜しい話ですが、パカーンって開けるとね、中にね、このような中蓋が入ってますが、これはね、いらないです。いらないっていうかね、欲しいところなんですけれど、これを入れるとね、ちょっとサイズが合いません。それではまずね、P114N を入れたいと思います。これはね、ファインダーがまず入りませんので、ファインダーは取っちゃいます。そうするとね、このようにぴったりとね、収めることができます。できません。そうだった。テイク2ですいません、お願いします。この望遠鏡をね、収めるときはね、このドローチューブとありがたをね、同じ方向にしてあげないとね、うまく入らないですね。それではテイク2いきます。はい、入りました。緩衝材は各自ね、工夫してください。はい、サイズとしてもね、このようにね、上下の長さも横の長さもね、かなりね、この望遠鏡のために作られたんじゃないかぐらいのね、サイズ感になります。ただね、それなりにね、緩衝材としてはね、薄いものになりますので、プチプチとかをね、巻いて入れた方がいいのかもしれないです。私はね、車に運んでそこまでね、衝撃を与えるようなね、運び方はしないので、このように巻いてね、運んでるだけです。これじゃ気になるよっていう方はね、もうちょっとね、緩衝材入れれますので。ということでね、P114N はこれでね、収まりました。はい、それではその次にね、Mac127 を入れたいと思います。これもね、このようにぴったりと収まります。アイピースをつけたまんまでした。入れた感じはね、P114N よりもね、だいぶね、上下には余裕があります。なのでね、各自でね、仕切りとか作って、こういうね、小物とかね、たくさん入れることはできますね。例えばね、天頂プリズム、ファインダー、アイピース。というわけでね、これはね、さっきの P114N よりもかなりね、余裕がありますので、緩衝材もね、結構ね、分厚いのはいけるんじゃないかなと思います。これで2つ入りましたね。ということでね、2つの鏡頭を今のね、プロアクトに入れることができました。年末なのでね、大掃除もされる方多いと思います。ハードケースのいいところっていうのはね、こうやってね、積んで収納ができるので、非常にね、コンパクトになります。本当はね、私もね、1つだけ買ってたんですけれど、もうね、この2つおそろにしました。こうやって倉庫の中にね、しまっておきたいかなと思います。あとね、防湿剤も入れたいですね。でね、鍵とかはついていないので、ここにね、鍵をつける穴はありますので、適当にね、南京錠とか入れて、不安な方はね、鍵をつけてご使用ください。ということで今回はね、コーナンのプロアクトステンレスボックス475、これをね、スカイウォッチャーの P114N と Mac127 をね、入れるためにね、ご紹介させていただきました。ということでね、短い動画ですが、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。